ぜひ覚えてください。覚えてください。はい、そういうことで自己紹介させていただきます。あなたの拳と私の拳をクロース、はーちゃんこと黒瀬はるかです。はーさはい、岡山県出身村山チーム4の稲垣香織です。よろしくお願いします。はい、はい、今日から押してくれますか？押してくれない人は喧嘩上等。福井県出身村山チーム4ドラフト3期生の多田京香です。よろしくお願いします。本日はマジムリ学園ラウドネスにご来場いただき本当にありがとうございます。はい、この前座っていうんですか、前説っていうんですか、これお昼と夜と今日は配信があるということなんですけど、こう前座は勝手に配信されないと思ってたんですよ。そう、勝手にひどい扱いだなと思って勝手にね、そんなことあるのかと思ったんですけど、それでさっきスタッフさんに聞いたらこれも配信されてるみたいで、ありがたい、一安心です。よかったです。見てますか？画面の向こうの皆さんも会場の皆さんも楽しんでください。楽しんでください。お願いします。はい、ではここでこの舞台を見るための注意事項を私たちから皆様にお伝えしていきたいと思います。はい、本公演では上映中演出の都合上客席内の非常誘導灯を一部消灯する場合がございます。また非常時には点灯いたしますので、避難の際には係員さんの誘導に従ってください。はい、会場内ではカメラ、ビデオ、テープレコーダー、携帯電話などによる撮影や録音は禁止させていただいております。上演中一部撮影可能な箇所がございますが、出演者からの指示があるまではカメラを出さないようお願いいたします。客席内ロビーでのご飲食は禁止とさせていただきます。またロビーのみ水筒ペットボトルなどの蓋付きの飲み物のみ可能といたします。また感染症予防対策として新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールを推奨しております。言えた上映中は携帯電話、スマートフォンの Bluetooth をオンにした上でマナーモードにしていただきますようお願いいたします。またアラーム付き腕時計など音の出る電子機器はマナーモードではなく必ず電源をお切りください。また本公演では新型コロナウイルス感染症予防の徹底を取り組みを徹底した上で開催をしております。ご観劇のお客様におかれましても感染症予防のためのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。客席内では常時マスクを着用し、死後などの発生はしないようよろしくお願い申し上げます。ご退場の際は順番にご退席いただきます。混雑を避けるためスタッフさんの指示があるまでそのままお席でお待ちください。せーの、以上、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それではここから皆様に私たちから曲のプレゼントがあります。はい、はい、今日は私がセンターです。やったー、はい、それでは聴いてください。ハート型ウイルス。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた、いい人だとは分かったけどまるでタイプじゃなかっ
席についてくださいね。今日はせーの、ありがとうございました。もう少しお待ちください。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。それは吹き溜まり
りとなりアレッジをスラム化したユートピアラス効果はまさにこの国の堕落そのもの。堕落が落とす影はアレッジの後輩を生んだ。産業は停滞し仕事がなくなる。税収は減り金がない行政や警察はアレッジを見捨てた。この町の血液は止まったままだ。街灯信号灯るべき明かりは灯らず、衛生安全秩序も手つかずの無政府状態。日の当たらないデスステートだった。俺たちは荒地工業高校の生徒だ。でもこの町じゃ高校生も常に危険と隣り合わせ。てめえの居場所はてめえの拳で守んなきゃなんねえ。すさんだ子供たちはいじめ暴力上等よろしくって感じで毎日傷つけ合って泣いている。かわいい服着てみたい、化粧もしてみたい。でもあれじゃかわいい服も化粧も必要だ。私だってたまにはちやほやされたいし褒められたい。一度きりの天使が消えていく。警察も信用できない、友達も信用できない。大人たちは嘘つきだ。ゴミの回収が止まり街は巨大なゴミ箱だ。火事が起きても炎は燃え続ける。私は死んだように生きてた。見て見ぬふりをして工場で働き大人になろうとした。でも怒りは時に血や骨となる。もう一度私を奮い立たせてくれたこの運命に感謝する。吹きだまりの町で犠牲になるのはいつも女たちだ。男たちを言葉と体で慰めてきた。大丈夫、何も大丈夫じゃない。何かを壊さなきゃ私が壊れそうだ。この街を出ようと私は空に行くという夢を持った。でも夢は簡単に踏みにじられた。見上げればすぐそこにある空がこんなにも遠く感じるなんて。この街は夢を見ることすら許されない。ふるさと、この町は変わってしまった。丘に上がれ。丘の下からのスプレヒコールは届かない。誰かが丘に上がり荒れ地に手を差し伸べるんだ。丘へ上がれ上がれ上がれ。諸君、私は丘の上嵐が丘学園の生徒会長ヌルだ。我が校は今窮地に立たされている。2年前に転校してきたリリー率いる花組が平民の自由、生徒会の壊滅を声高に叫び勢力を拡大しているのだ。リリーを倒すため、花組を根絶やしにするため、我々は救世主を求めている。この荒れ地で一番強いやつを決めるため、今ここにメンズーアを開催する。メンズーアとは19世紀にドイツで行われていた名誉をかけた決闘である。ルールは最後に立っていた者が勝者。ただそれだけだ。勝者には名誉先民の称号を与える。ゴミではなく人間として生きたかったら丘の上へ上がれるこの切符を命がけで掴みなさい。一番強いやつはお前か。お前か。さあ見せてみろ、この私にお前たちの強さを。拳を鮮血に染めろ。鮮血に染めろ。再び熱き赤き血潮流れる人間によみがえれ。よみがえれ。お前たちの鼓動は止まってない。私たちの戦いは弱い声に耳を塞いできた者たちの目を覚ますだろう。この音はラードです。ラードです。俺たちの生き様を見せてやる。メンズーア始め。 AKB48。
レンズーラの1週間前に遡る。それは2年前、父の仕事の都合でリリーやヒナたちと別れ東京に引っ越した私が再び荒地に足を踏み入れた日だ。再びといってももうずーっと昔の話。私はこの死んだ町で生まれたけど、小学校に上がる頃には丘の上嵐ヶ丘に住むようになった。幼い記憶、私はこの荒地中央公園でよく遊んだ。いつも子供たちの声が響き、家族がいて、下町らしい暖かい空気に包まれていた。でも今は荒地最強荒地工業高校のヘッドクローだ。あんた見慣れない顔だな。私、丘の上に住んでたんだけど、パパが会社の帳簿を書き換えた罪をかぶってクビにされて。パパだ。嵐ヶ丘の家はもうないからここに島流しされたの。今日から荒地にお世話になります。他のやつか。見逃してやるから上納金よこしな。お金ないない。パパ失業中だよ。パパだ。じゃあ荒地のルール教えてやんな。結構です助けてください。お前はネロ。ネロ？私バラだよ。2年前に会った。負け犬のネロが何の用だい。まさかそいつを助けるんじゃ。私には関係ない。こういう時普通助けるでしょ。悪いけど喧嘩から足洗ったんだ。ネロが死んだってのは本当だったんだな。荒地工業高校を仕切ってたネロが2年前リリーに負けて牙折られたってな。ちょっとあんたたち、ネロとリリーの戦いはそれは壮絶だったんだから。詳しくは舞台マジムリ学園の DVD を。痛い、宣伝してあげたのに。待てよ。荒地工業高校の頭に挨拶はないのか。時代は変わったんだよ。俺はあんたに憧れてあんたを超えようと思って荒地工業高校に入ったんだ。ネロ、簡単に人は変われないよ。いや、あんたが変わりたくてもあんたに人生を変えられたやつがそれを許さない。覚えときな。リリーの友達のバーラ。そんなに絡みなかったけどさ、覚えてる？くだらない挨拶のためにここへ呼び出したのか？え？お前が私を呼んだんだろ。いや、ネロの連絡先知らないし、今日引っ越してきたばっかで。学校の私の図書カードにメッセージが挟まれてた。8月29日荒地中央公園に来いって。図書カード？あのネロが図書館で本借りんの？てめえバカにしてんのか？違う、ごめんって。え？どんな本？週刊プロレスとか？勉強してんだよ。勉強？ネロ様が勉強？悪いか？いや、何の勉強？言っても分かんないよ。言わなきゃわかんないよ。航空工学、今は機動力学を中心に面積法則と断面積法則とか。ごめん、全然わかんなかった。まあ簡単に言うと宇宙工学だよ。宇宙？すごい！なんで宇宙？私の住む世界はどこまで歩いても汚い街しか見えないだろう。でも空だけはいつも綺麗だ。私は空に行きたいんだ。空？
煙ってるけど。工業高校を卒業したらこの町でロケットを作る。荒れ地が生まれ変わるには自分たちの手で未来を変えるしかないだろ。スティーブン・タイラーも言ってた。夢がなければ叶えることはできない。何それ。スティーブン・タイラー知らないの？アルマゲドンだよ。I don't wanna close my eyes。 下手すぎてわかんない。もうつまりロックスターの名言。私今ハマってんの。ネロの夢応援するよ。他人を応援する暇があったら自分を応援したら。だね。私荒れ地に来て絶望してたけど、希望を持たないとふるさとに変わりないんだもん。ここを好きになる。単純お前いいやつだな。褒められてるか微妙なんですけど。誰か来る。あ、ネロを呼んだ人じゃん。隠れよう。なんで？血の匂いがする。面倒なことに巻き込まれるのはごめんだ。あれは大丈夫か？あいつ気が狂ってやがる。ドラゴンどうする？ドラゴン、ハイエナ、確か友達だよね。幼なじみ。もう終わり。これが欲しいんじゃないの？ああ、喉から手が出るほど欲しいね。宝石を頂戴しようと思ったけど、あんたが荒れ地で有名なやつを片っ端から襲う荒れ地狩りの犯人だろ。確か名前はケニヒ。ケニヒ？この町じゃ喧嘩は日常茶飯事だ。別に悪いことじゃねえ。ただ一つ気に食わねえのは、なんで私らに声かけねえのさ。ごめんなさい。私のリストに名前載せるの忘れた。かつてはネロの参謀だったけど、荒れ地のはぐれ者になり下がり、盗っ人まがいのことをしてなんとか生き延びてる。そんな野良犬必要ないの。てめえ二人でやるぞドラゴン。悪いけどガチなんだ。ネロ、会いたかったよ。お前らここは物騒だ。早く消えろ。数年ぶりに顔合わせたと思ったら早く消えろってか。ネロ、私らを捨ててどこに隠れてたんだよ。隠れるって普通に学校に通って図書館で勉強してた。ふざけんなよ。私らがどれだけ会いたかったか、寂しい思いしてきたか分かってんのか。ごめん。はじめましてネロ。あなたの図書カードにメッセージを残したのは私だ。2人をこの公園に連れてきたのも、あんたを再び戦場に引き戻すにはダチがも怒られるのを見せるのが手っ取り早いかなって思ってさ。それでこそネロだ。なんでこんなことを。かつては荒れ地を統一したあんたに火をつけるためさ。丘への恨みはどうなった？両親が殺されたのも丘の上に町ができたせいだろ。なぜそれを知ってる？目覚ましてやれや。戦え。私と戦え、ネロ。体なまっちまったのかネロ。2年間私らは転換してきたんだよ。安心したよネロ。あんたの体はまだ喧嘩を覚えてるようだ。必ず戦場に引きずり出してやる。
嵐が丘学園のバラ？今の見たろ？もう荒れ地の人だから。ネロ、あんたの情けねえ姿見たくなかったよ。もう燃え尽きちまったのか？私はもう戦いたくない。あの空を自由に飛びたいんだ。いつからだろう、体が重く感じるのは、昔は誰よりも高く飛べる気がした。どこからだろう、地図が見えなくなったのは、羽のない鳥はカゴの中で泣いてる。燃やせ燃やせと僕が言う。もう歩けないと君は言う。心と体の境界線に赤い日が落ちる。ノーグラビティ、重力のない世界へ、体は浮き上がり音速を超える。ノーコントロール、自由な世界へ、罵る声は消え、流れるロックミュージック。いつからだろう、死にたいってたまに思う。昔は毎日が輝いて見えたのに、どこからだろう、母の声が聞こえる。君は宝物だって、もう一度でも言ってほしい。人生は一度きりだと僕が言う。人生はこんなものだと君は言う。努力は報われない。夢は叶わない。ノーグラビティ、重力のない世界へ、背中にはエンジン、足元に滑走路。Don't wanna cry、自由な世界へ、青空の向こう、無限の空が待っている。メンズーアの6日前、嵐が丘学園の生徒会室。剣士のプライドをかけた戦いが始まろうとしていた。腕は互角、私とお前はずっとライバルだった。なのになんでタウゼントが親衛隊隊長なんだ。シュナーベル、その答えを教えてやろう。お前は頭が悪いからだ。偏差値の問題だと。日本で言われている世界三大美人を答えろ。3人。クレオパトラ、おう楊貴妃、おう、あと1人。小野の妹か。小野の妹子は男なんだよ。
小野の小町。こってついてるじゃん。小野の違いだそれは。ああ、もうそっちかそんなのもわかんないのか、だから貴様は私の下一番隊隊長なんだ。お前こそサインコサインタウゼントってギャグをたまに言うけど全然面白くない。面白くないの？第一意味を知ってるのか？ホップステップジャンプ的なことじゃないのか？バカーか三角関数だよ。三角関数？いやー、三角について深く考えたことなかったな愛嬌で何でも許されるお前がずっと憎かった。天然で愛されるお前に言われたくない。うるさい。ヌル様は大層お怒りだぞ。ヌル様が？親衛隊隊長のお前が生ぬるいからリリーに舐められるんだ。違う、一番隊隊長のお前がだらしないから。いいやお前のせいだ。いや、お前のせいだ。ならば昔やったバットぐるぐるで勝負だ。面白い。受けて立とう。バットで10回ぐるぐるした後、先に向こうについた方の勝ちだ。分かった。行くぞ。ああ、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よし。お前、それは日米 AKB48 9月29日に発売のネモハモルーマーのサビの振りじゃないか。お前も早くしろよ。お前、皆さんネモハモルーマーぜひチェックよろしくお願いいたします。よし、やるぞ。私もやってやる。疲れる。これマジでどえらいダンスだ。もうやめよう。先は長い。体力は温存しておかないと。そうだな。先輩、早く花組の征伐に向かったらいかがです？エルガー、貴様台本では2人のウィッチウェイをエルガーが止めると書いてあるのになぜ止めに来ない？あまりにも先輩方のウィッチ兵が面白くて。貴様2年の分際でヌル様に信頼を置かれ2番隊隊長を任されているが私はお前を認めない。ヌル様は実力を見ていらっしゃるのです。ヌル様の右腕は私だ。うちわでもめている場合ですか？あなた方のせいでヌル様は大層心配しておられる。黙れ。やめろ。ヌル様、お見苦しいところをお見せしました。エルガーに親衛隊の教育をしていただけでございます。教育誰だろうと蹴落とし2番隊隊長まで上り詰めたエルガーは私と似ている。光栄なお言葉、身に染み入ります。ヌル様、触るな。お顔の色が優れませんが頭の中で音がする。音？その音は日に日に大きくなっていく。リリーの回し蹴りか花組の行軍か。あの忌々しいリリーが夢に出てきて私の眠りを妨げる。リリーが？ヌル様は元花組、裏切ったリリーを恐れているのですね。貴様なぜヌル様の秘密を？イーリス様から聞いたのです。エルガーの言う通り私はリリーのスカートの裏に隠されたユリの花を恐れている。それだけではない。貴様らにも情報をかけている。ヌル様、私はこの学園の中で玉座以外安息を感じるところはない。なぜだかわかるか？座り心地がいいからですか？小学生の答えか。ヌル様は腰痛をお持ちなのだ。だからこの椅子じゃないと。どちらも不正解だ。失礼いたしました。大きな背もたれにより背中を刺される危険がないからだ。王は常に狙われている。私はいついかなる時もヌル様をお守り
の言葉などいらん。信じられるのは自分だけだ。そこにいるリヒトは上級先民だ。天理出身である私を蔑んでいる。そうだろ。そんな、私は生徒会に入ったばかりの1年です。さて、貴様は過去に仲間を売って先民になったくせ者だ。またいつ私を出し抜くやもしれん。私がヌル様を裏切るなど。いいのだいいのだ、信頼などいらん。なぜならこの私もかつて花組にいたのだからな。ならばどうやって人を導いていくか。それは恐怖だ。私に逆らってはいけないという恐怖が生徒会を一つにする。その通りです。イーリス、何しに来た。貴様は元花組あやめ。私を追いかけ生徒会に寝返ったが、私のよからぬ噂を流し何を考えたのか分かったもんじゃない。裏切りの楽園は一生つきまとう。花組を抜けるときその覚悟はできています。私もネル様のお考えに賛成です。恐怖こそが人々を導くならば、リリーらにさらなる恐怖を与えましょう。なんだと。荒れ地を使ってはいかがでしょう。あれかつてリリーと互角に戦ったネロ、荒れ地の者同士を戦わせ勝ち残った最強の刺客をリリーに仕向けるのです。笑わせるな副会長。荒れ地に行けば貴様が返り討ちに遭うだけだ。もちろんただでは動かないでしょう。餌を与えなければ。餌だと。荒れ地は嵐ヶ丘を恨んでいます。しかし渇望もしています。誰しもお買い上がりたいと願っている。ならば嵐ヶ丘の名誉先民になれるチケットを鼻先にぶら下げればいい。仮に計画がうまく進んでも勝ち抜いた者が我々に従うか。その時はそいつ一人を倒せばいい。あっという間に荒れ地を制圧できる。荒れ地を掃除したとなれば学園内での生徒会の支持率も上がるでしょう。どちらに転んでも損はありません。面白い。戦いの名はメンズーア。かつてドイツの学生の間で頻繁に行われた決闘の名称です頭の中の音が消えた。私は神のように崇められた前生徒会長カイザーとかつての生徒会を超える。何を恐れていた。私には牙と爪、頭と目がある。邪魔する者は噛み殺せばいいのだ。科学者たちは夢を見る。この発明が世界を変えると、政治家たちは嘘を並べ、夢のような世界が待っていると、哲学者は真理を語り、数学者は答えを導き出す。私は何をすればいいのだろう。途方に暮れて夜が暗い部屋に閉じこもり、星のない天井を見上げる。檻の中のライオンは何の夢を見るのだろう。私の中の獣が目を覚ます。燃えろ燃えろ燃えろ、未来の草原に噛み殺せ噛み殺せ噛み殺せ、弱い自分を超えてゆけ。生きろ生きろ生きろ、なりふり構わず生き
私は荒地の隅々を見ることにした。ふるさとと胸を張って呼べるように、この荒地を好きになれるところはないかと探した。でも私が好きだった面影は暴力に消された。ケニヒだ。首に宝石、お前が荒れちがりのケニヒか。荒地工業高校の頭も大したことないね。あんたはリストから消滅だ、クロ。リスト？丘に歯向かうこともできない腐った荒地を作った犯罪者どもだよ。あんたも一応リストに入れておいた。なんだと？お前の狙いはなんだ？余計な詮索はするな。お前はただ私に負けてくれればいい。てめえ言わせておけば。お前と私の違いは何だ。何のために戦うか、その覚悟の差だ。ケニヒの荒地狩りは続いた。その混乱の拳は荒地工業高校の生徒のみならず卒業した者にまで向けられた。荒地工業高校元四天王クイーンビートゾンビか。だったら何？あんたケニヒでしょ。噂は聞いてるよ。ガキの喧嘩なら学校でやってろ。私は忙しいんだ。荒地四天王も所詮社会に出ればゴミの一部だ。ゾンビ、あんたはネジを作る工場で働いてるんだって。毎日の検品作業、ネジを見つめるだけの日々。下請けの工場だからメーカーに安く買い叩かれて、どれだけ作っても手元に入る金はわずかだ。今のあんたは生きる屍、本当のゾンビになっちまった。てめえ！動きな。こいつは私らをけしかけてるだけだ。クイーンビー、あんたは病気で休んでる母の代わりにスナックで働いてるんだろ。スナックなんて聞こえはいいが、売春宿の仲介所だって聞くよ。へえ、調べたんだ。いつかパクられるのが関の山だ。落ちたもんだね。落ちたかどうか確かめてみな。荒地のやつらを片っ端から血祭りにあげ、プライドを踏みにじっていく。一体何が望みなのさ。怒りだ。怒り？ああ、この荒地はユートピアにぽっかりとできたため池さ。腐った水が溜まってる。それじゃいけないんだ。荒地に溜まった怒りを沸騰させてマグマにするんだ。そうすれば他のやつらも私ら無視できない。気づかせてやるんだよ。私らの足元にはとんでもない不発弾が眠ってることをね。なんだよ、勉強中だから。ケニヒがゾンビとクイーンビーを呼び出した。ケニヒのやつ、ネロの周りの人間すべて倒すつもりだ。私は今大学の推薦をもらえるかどうかの瀬戸際なんだ。荒地工業高校から初めて丘の上の大学に進学できるかもって。先生も神経質になってて。なんだよそれ。ゾンビとクイーンビーは一緒に戦った仲間だろ。もう2年も前の話だ。荒地でくすぶってる連中とつるんだって一緒に沈むだけだ。足を引っ張られるくらいなら私は自分の足で荒地を出るよ。もういいよ、バカ。ああ、イライラする。
とわかるんだ。キャンディキやめろ。遅かったなネロ、あと一歩で殺しちまうとこだった。クイーンビー、ゾンビ大丈夫か。何言ってんださ、まだ私ら負けてないよ。そうさ、四天王ゾンビの本気はここからだ。お前らもうやめろって。ネロは黙ってろ。あんたは今丘の上の大学目指してんでしょ。噂になってるよ。行けよ大学、喧嘩してる場合じゃないって。丘の上の大学だ。これは私らが売られた喧嘩だ。帰れ。友情とか出せんだよ。なんでこんなこと。ケリキネロ空見た。なんだこの紙は。嵐が丘学園生徒会のビラだ。我々嵐が丘学園の生徒会は救世主を探している。この荒れ地で一番強いやつを決めるため、今ここにメンツーを開催する。勝者には名誉県民の称号を与える。一番強いやつはお前かお前かお前か。5日後の18時、荒れ地中央公園にて待つ。メンズーは面白い。5日後勝つのは私だ。ネロ、あんたにも参加してもらう。ひな、いやヌルだ。ヌル様、メンズーは計画は順調に動き出しています。開催までまだ4日あるにもかかわらず、荒れ地のあちこちで戦いが起きている。ライバルを減らすメンズーアの前哨戦のようです。すべては私の思いのままだ。いいえ、私の思うままです。何？エルガー、何の真似だ。ネル様、あなたの推測は正しかった。私の父はゴーサキランドの社員カイザー様亡き後、我が物顔で生徒会を手に入れたあなたを許すことはできない。リヒト、シャンテン、嵐が丘は先民平民の階級制度で成り立っています。その歴史を乱そうとするあなたは先民の敵だ。あなたは常々人を蹴落として上へ行けとおっしゃっているではありませんか。イーリス、貴様、私は花組を裏切ったあなたを憎み、憧れついていこうとした。しかしあなたは変わってしまった。上を見るどころか下を恐れ部下を信用しない。我々が新しい生徒会を思惑が一致したのです。何がおかしい。王は常に狙われる。そう言っていたのに、こうも簡単に背中を見せてしまうとは。まだまだだ。夢の途中、ここで終わるものか。往生際の悪い平民め。生徒会長、いかがいたしますか。地下の粛清室へ連れて行け。はっ。
だ。私はリリーを裏切って生徒会長になった。自業自得だ。私は裏切りませんよ。2年生の時、生徒会室でいつか2人で生徒会を牛耳ろうって約束したじゃないですか。覚えてないな。覚えてないんですか？ちょっとムカつきますけど、ヌル様なら許します。私がついていくって決めた人ですから。ほら、人を疑うより信用する方が楽じゃないですか。裏切るなら裏切ればいい。それまでの関係、それまでの私だったってことです。まだ私を信用するのか？迷惑ですか？いや、嬉しい。私も嬉しいです。もう玉座に座らなくても大丈夫ですね。すまん、約束を果たせなくて。まだ分かりませんよ。あと一人います。さあ、吉と出るか凶と出るか。ヌル様、一番隊隊長シュナーブルが助けに参りました。お前、私と同じく不器用なやつですから。当然と黙れ。裏でコソコソするのが性に合わないだけだ。さあ逃げましょう。待て。てめえら、誰に立てついてんのか分かってんのか。ああ、分かってるよ。荒地工業高校の偽物の頭だ。何？ K に日に言われて気づいたんだよ。なんでてめえなんかの下についてなきゃいけねえんだってな。今までひざまずいてた自分に腹が立ってね。お前を倒してメンズーアレ頂点に立つ。私のこの手で自由をつかむんだ。面白い。やってみれよ。メンズー、誰が一番強いか決めようじゃねえか。ハイエナはどうする？もう盗人はごめんだね。こんな町出てってやる。そうこなくっちゃ。私ら本当に死んだのか。一日中ネジ見つめてさ、人生こんなもんだって思おうとしたけど、悔しくて泣けてきて。怒ってんだよ。私は私にもっと血が出るほど生きてんだ。ゾンビがお墓からよみがえった。クイーン B は私はあんたほど単純じゃないから。ただスナックで愚痴聞いて大丈夫って嘘でごまかしてる自分は好きじゃないね。てめえがてめえを嫌いってかっこよくないでしょ。久しぶりに派手に暴れるか。おかげ上がる前に私らを超えていきな。くしくもその怒りはKに火が焚きつけた怒りだ。このまま荒地でまた戦争が起こるんだろうか。2年前の繰り返しだ。ネロ生徒会がパ
のビラさ、私がまいたことになってんだ。ネロが何のために？暴れてるのはかつての仲間や後輩たち。お前が復讐のために焚きつけたんだろうって。するわけないだろう。おかげで推薦の話もパーになっちまった。嘘だろ。私はどうあがいてもこの荒れ地を出れないのか。かわいそうに。誰がそんな噂流したの？まさかあんたが。だったらどうする？怒れよ。そして戦え。ネロ、もう戦ってもいいよ。こいつぶっ倒せよ。私も倒すから、このビラばらまいた連中を。バラ、私この数日たくさんふるさとを見て回ったんだ。丘にいた時は見て見ぬふりをしてきたけど、いいところもまだたくさんあったよ。町のおっさんとか一見危なっかしいけど気さくで串カツとかおごってくれたし、おばちゃん飴くれたし、子供なんかすっごい元気だし、いろいろ大変だけど生命力があるっていうか、みんな生きてるなーって思ったの。あれ地でロケットだって作れるよ。邪魔するやつは許せない。バラ！そんなに私と戦いたいのか。戦ってやるよ。かかってこい、ケ僕がどれだけ弱くな
負けたよ。キエニヒ、なんでお前はこの町を怒らせようとするんだ。これだよ。私らが狙ってた宝石。母の形見なんだ。形見？少し前病気で死んだ。亡くなる直前、病院でこの宝石を私に託したんだ。これはモナルヒって言って、ドイツ語で君主と呼ばれる宝石さ。モナルヒはね、私を愛してくれた人がプレゼントしてくれたの。あなたの生きる場所はとても厳しいわ。でもこれを持っていればきっとあなたを照らしてくれる。幸せになってね。お母さんの最後の言葉。私の母を愛した男は丘を作ったゴーサキランドの社長だ。母は愛人だった。そして私はそいつと母の間に生まれた子供。お前、ゴーサキランドの社長の血を引いてるのか。ケニヒはドイツ語で王様という意味だ。王の血を宿した母は汚い布団の上で死んだ。私は血が憎い。丘の上を王が作ったふざけた町をぶっ潰してやる。だからモナルヒを身につけ、荒れ地に怒りをばらまいた。民衆の怒りを束ねて丘に宣戦布告するためにな。ジャンヌ・ダルクにでもなるつもりか。私の両親も殺された。職にあぶれた若者が強盗に入ったんだ。この町に殺された。お前の気持ちは痛いほどわかるよ。でもあんたは丘と戦わないんだろ。いいさ、私一人でもやってやる。くそ！嵐が丘に昔からある純喫茶 I love you。 もう店は潰れてしまったが、リリーと花組のたまり場だった場所ですよね。ああ、ここならイーリスたちも来ないだろうと思って。ヌル様、メンズーまであと2日、イーリスたちのもとに荒れ地の連中がついたら大変です。誰かいる。出てこい。ここに来るんじゃないかと思った。私らの青春だもん。バラ、貴様、花組の。今は荒れ地に住んでる。ひな、久しぶり。荒れ地、丘を捨てて東京に行ったのに落ちぶれたな。うるさい。お前ら丘の上の住人にはわからないだろうけど、荒れ地も結構捨てたもんじゃないから。ひな、学校で聞いたよ。クーデターを起こされたんだって。人を裏切ったお前は必ず人に裏切られる。この先もずっと黙れ。ここはリリーと私らが作った秘密基地だ。出てけよ。貴様、お前たちは手を出すな。ひなが生徒会長。平民だろ。メンズはなんかやめろ。勘違いするなよ、バラ。人は変わるんだよ。変われるんだよ。玄関に住む分際で通が高いんだよ。ルル様、離せ。もう意識がありません。
のことを考えるな。ここまでか。ヌル様、貧乏くじを引かせてしまったな。お前たちは逃げろ。はーい、嵐が丘学園の者ども、丘の上の温床でぬくぬく暮らす貴様らに荒地の刑に火が復讐する。荒地の刑に。ヌル様、芋の隙に逃げましょう。勝利の女神は私たちを見放していなかったようだ。シュナーベル、電気を消せ。暗闇で仕留めるぞ。ここであいつらを勝ってやる。荒地の者、ご苦労だったな。お前が生徒会長ヌルか。その宝石は返せ。ヌル様、貴様、この宝石をどこで手に入れた。母の形見で触るな。これと同じものを見たことがある。かつての生徒会長カイザーが持っていた。カイザー、ゴーサキランドの社長の娘か。この宝石は王家の証。ゴーサキ家の血を引くものしか手にできないと聞いていたが。ああ、そうだよ、私はゴーサキランドの社長の愛人の子だ。私に微笑んでいたのは女神ではなく王様だったようだ。平民だと侮辱してきた先民ども、裏切り者だと罵んできた愚か者ども、私は真の生徒会長になった。好き従え。タウゼントとシュナーベルはバラとケーニヒを荒地に捨ててこい。はっ。イーリスたちはメンズーアに向け万全の準備を整えろ。荒地の連中が手のひらを返しこちらに噛みついてこないとも限らんからだ。はい、けー、さっさと歩け。急げ。いよいよメンズは明日だ。お前らも参加するのか。もちろん。誰が強いかはっきりさせてやる。丘に上がる切符は俺のもんだ。全員切り刻んであげる。バラはまだ帰ってこないのか。ケーニヒも。ネロ、メンズアまでには帰ってくるだろう。そんなことよりネロ、明日あんたも参加するんでしょ。いや、お前たちもメンズアーに参加するのか。お前たちは一体誰だ。私たちを知らないのか。私たちはルックス最強姉妹レナクルだ。レナクル。レナクルってのはどんぐらい強いんだ。俺たちに教えてくれよ。顔見たらわかんだろ。何も言えねえな。顔面可愛いだろ。確かにでもそれに加えて可愛いセリフも言っちゃうんだよ。もちろん見せてやれ。ねえ、私のこと好き？ねえ、好き？私は大好きだよ。もう可愛い。可愛い。なんか物騒なものつけたてたけど大丈夫か今。危ないけど。可愛いだったよ。私がこうしてたぞ。ちょっと怖いぞ。いや可愛いさ。いやいや、お前たちそれできんのか。その髪緑のやつ。
プランだぞ。ドラゴンならやれる。やだ。ちょっとやってみろ。やれるぞ。なんだっけ、可愛いセリフ。可愛いセリフ。可愛いセリフ。はい。できるぞ。いけ。もう何も考えつかないけどどうしよう。じゃあやってみます。はい。どのテンションだろう。可愛いテンション。可愛いテンション。ドラゴンの中でいいで。ドラゴンの中でいいのこれ。自分が思う可愛い。おい。メンズアが終わったら体育館裏で待ってんぞ。可愛い。強い可愛い。強可愛い。強可愛い。うちのルナッチさんはあんなん全然しょぼいっすから。任せて。うちのルナッチさんなんて誰かこう一人を見つめたらその人が言うこと聞いちゃうっていう特殊能力持ってますから。すごい。任せて。やってください。言うこと聞いちゃう？ちょっとね。棒向けられたけど戦いそうだな。ちょっといけそうだな、今後は。はい、ちょっとやっていい？チョイス。私の言いなりになレナッチさん大好きですよ。れ。すごい簡単だわ。すごい簡単。距離が近い。ちょうどいいわ。ちょっとさっきね、一個いい？ちょっとお願いします。噂を聞いて、裏でね、モノマネが得意だっていうのをね、ちょっと噂聞いたんで、ちょっと一個やってもらおうかな。モノマネお願いできます？言いなりですから。もう言いなりだから。やれなくても。やってもらおう。どうしよう。はい。じゃあちびまる子。いいよ。ちびまる子のそれに出てくる長澤くんと藤木くんの話し合いをします。すごいマニアック。藤木くん、君はなんて卑怯な。僕は卑怯なんかじゃないよ。なんでそんなこと言うんだよ。どこの引き出し持ってんだよ。すごいなこれ。散々はったりかもしてくれたけど、あんたたち本当に強いでしょ。ちょっと戻ってこい。もうちょっといてくれよ。早かった。もう一回。とんだせっかち姉妹だったな。お疲れだ。何しに来たんだよ。だから帰ってくんなって。急にほらお前らアレスの者たちよ、聞け。こいつらは我が生徒会に盾ついた。丘の上に逆らう者は意見する者は総じてこうなるのだ。こいつらのようになりたくなければ明日のメンツーアで勝ち残れ。健闘を期待しているぞ。バラケニー、大丈夫か。勝つろ。ごめん。喧嘩売りに行ったのに帰り討ちにあっちゃった。バカ野郎。宝石を奪われた。生徒会長ヌルにモナルにも。さあ奴らは荒れ地を私らを道具としか思ってないんだ。メンツはだって荒れ地を手なずけ利用するための口実だよ。バラはちょっと前まで丘の上の住人だったんだ。でも荒れ地を第二のふるさとにするって一人走り回ってた。こいつはこんな街でも好きになろうとしてたんだ。
分かった。私もメンズーアに参加する。でもそれは丘の上に上がるためじゃない。丘の上をぶっ潰すためだ。私たちの怒りをぶつけてや私は丘の上、嵐が丘学園の生徒会長ヌルだ。我が校は今窮地に立たされている。2年前に転校してきたリリー率いる花組が平民の自由、生徒会の壊滅を声高に叫び勢力を拡大しているのだ。リリーを倒すため、花組を根絶やしにするため、我々は救世主を求めている。この荒れ地で一番強いやつを決めるため、今ここにメンズーアを開催する。メンズーアとは19世紀にドイツで行われていた名誉をかけた決闘である。ルールは最後に立っていた者が勝者。ただそれだけだ。勝者には名誉先民の称号を与える。ゴミではなく人間として生きたかったら丘の上へ上がれるこの切符を命がけで掴みなさい。一番強いやつはお前か。お前かさあ見せてみろ、この私にお前たちの強さを。拳を鮮血に染めろ。鮮血に染めろ。再び熱き赤き血潮流れる人間によみがえれ。よみがえれ。お前たちの鼓動は止まってない。私たちの戦いは弱い声に耳を塞いできた者たちの目を覚ますだろう。この音はラウドネス、ラウドネス。俺たちの生き様を見せてやる。メンズーア始め。予防の花は誰のために咲いている
か。少々はネロさあ、ヌル様より名誉先民の称号を受け取りなさい。何？この時を待ってたんだ。あんたが丘から降りてくるこの時をな。これがメンズーアに参加した理由だ。ヌル覚悟。そこまでだ。やめろ。ハイエナ、ヌル様は貴様らの計画などお見通しだ。こいつが貴様らの計画を教えてくれた。昨夜本物の名誉先民の証と引き換えにな。お前どうしてもどん底から抜け出したかったんだ。ネロ、私はお前の能力を高く買っている。軍門に下り、共に花組をリリーを倒そう。そうすればお前は丘の住人として受け入れてやる。ハイエナ、お前はそれでいいのか。ネロはいいよ。あんたは何でも持ってる。自力で掴み取る力を、助けてくれる仲間もみんな持ってる。でも私には何もないから。そんなにてめえは何も持ってないのかよ。周りを見ろ。てめえと同じようにいつも比べられて悔しい思いして苦労して、それでも報われなくて悲しくて傷ついて苦しくて、でも拳握りしめて歯食いしばって生きてるじゃねえか。そりゃあ時々喧嘩したり嫌いになったりもするけど、同じ境遇で戦い続けるのが仲間じゃないのか。仲間？私ら仲間だろ。仲間ってスマホで写真撮ったりいいねして褒め合うだけの関係じゃないでしょ。お酒飲んで愚痴言ってしんどかったねって傷口を舐め合うのが仲間なの。同じ苦しみの中戦い続けるのが仲間なんだよ。てめえ、自分には何もないなんて言ってたらこの先本当に何もなくなっちまうぞ。撤回しろよ。自分には何もないって言ったこと撤回しろ。くだらないやりとりはそこまでだ。ネロ、交渉決裂のようね。王の背中を狙おうとした者はどうなるか。ハイエナ、存分に働き私の信用をつかみ取れ。モナルキーは私のものだ。命をかけて返してもらう。私はもう逃げない。メンズーアで荒れ地を利用しようとしたこと後悔させてやる。ハイエナ。人は皆自分の神様が本当の神様なんて言うだろう。でも違う神様を信じる人のしたことに涙こぼれる。世界は不条理だ。どんな良い行いもした人も地獄へ落とされる。僕が神様ならばそうはしない。君に手を差し伸べるのにわからない、うまくいかない、信じてる、治り倒される、諦めて波に流されるか。精一杯の声で偉大に叫べ。ああラウドネス、この音は生きた証。生きてるってだけで仲間だろ。敵は心、悪魔は僕の中に住む。ああラウドネス、拳は壊すためにある。風の時代がやってくる。自分の足で踏み鳴らせ。撤回する。私には何もないよ。撤回する。ハイエナ。おかえの吉報ミスミスしてるのか。あんたの軍門に下るくらいならだってズームを選ぶよ。お前らもそうだろ。ルル様、ルル様。人は誰も良いことと悪いことを知っている。なのになぜいつも道を間違えてしまうのだろう。きっと世界中の幸
そいつらは私の部下だ。全ての責任は私にある。やるなら私をやれ。ヌル様、おなるぎを返せ。嫌だ。せっかく手にした王の証、手放すものか。あの男に復讐してやる。なあ、知ってるか？今から150億年も前の話。まだ空に何もない時に大爆発が起こって全ては生まれたらしい。つまりあの星も私もお前らも同じものから生まれたんだよ。結局のところ全部仲間なんだって。いや、私らだけじゃない。月も太陽もこの宝石も曲がった信号機も荒れ地も丘の上ももともとは一つだった。そう考えたらさ、こんな石ころを取り合うなんて馬鹿げてないか？くだらないことはもうやめよう。私らにはもっとすべきことがあると思うんだ。大爆発から生まれた私たちを形作っているもの、それは分子とか原子って呼ばれる小さな粒で、今の科学でもわからないことが多いんだ。分子や原子は自由に姿形を変えるから実態が解明できないらしい。私らは分子や原子でできてる。なら今どんな場所にいようが、これからどこへ行こうが、全ては自由だ。どこまでだって行ける。何者にだってなれる。可能性を狭めてんのは私たち自身だろ。カート・コバーンが言った、若者の義務は堕落に異議を唱えること。堕落してんのは私らだ。スティーブン・タイラーが言った、夢がなければ叶えることはできない。夢を見なくなってしまったのは私らだ。私らはロケットを飛ばすことだってできるんだよ。ロケット。バカバカしい。笑うなよ。ネロは本気なんだよ。いつか荒れ地から宇宙に飛んでやるから。私バカだけどさ、なんか飛べそうな気がしてきたよ。私がロケットのネジを作る。さあ立てよ。今からみんなで丘に上がるぞ。丘に？喧嘩をやめて星を見に行くんだ。星ぐらい自由に見てもいいだろ。この1週間たくさん泣いたんだ。たくさん傷ついたんだ。せめて今夜ぐらい夢を見ようぜ。大人の僕も相変わらず泣いてますか？子供の僕と同じように泣くのですか？高い空を見上げては途方に暮れ、見下ろすと影はいつも一人なのに、扉
の公演で舞台マジムリ学園ラウドネスは千秋楽となります。ここまで最高のドラムの演奏をしてくださったドラマーさんを紹介させてください。ドラマーの神林さんです。かわいいめちゃめちゃ怖いメイクしてるんですけど、裏ではめちゃめちゃ優しいですもうすれ違うたびにねお辞儀してくださって、優しく声かけてくださっていい方です。そう、本当にこのね残すところあと1公演なんですけど、本当ずっとドラムを叩いてくださって本当にかっこいい演奏ありがとうございます。皆様もう一度神林さんに盛大な拍手をお願いします。神林さんありがとうございます。はい、ドラマーの神林さんをはじめとするたくさんのスタッフさんがこの舞台を支えてくださっています。残り1公演すごく寂しい気持ちはあるんですけれども、メンバー一同スタッフさん一同心を込めて最後の最後まで、最高のステージをお届けできるように頑張りたいと思います。皆さん最後まで舞台マジムリ学園の応援をよろしくお願いします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。モップ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 モ
ありがとうございます。はい、それでは早速ご紹介します。本日のスペシャルゲスト、加藤玲奈さんと鈴木くるみちゃんです。レナクルさん、こんにちは。お願いします。イエーイ。お疲れ様です。はい、では自己紹介と感想をお願いします。はい、AKB48 チーム A のレナチこと加藤レナです。レナッチさん。ありがとうございます。いや、すみません、大丈夫でしょうか本当にごめんなさい。でしょうか。いや、本当にこうやって私マジスカの舞台に出させていただくのが初で、すごい緊張してたんですけど、すごい裏でもね2人で見てたりとかすごい楽しめました。ありがとうございます。はい、くるるんこと鈴木くるみです。ありがとうございます。私も初めて舞台、今回このマジスカのが初めてなんですけど、ずっとヤンキー役をやってみたかったので、今日はその念願のヤンキー役ができてすごく楽しかったです。本当にありがとうございました。
顔面が可愛いっていうのは2人とも本気で思ってるんですか？逆にそれはどういう意味ですか？いや本当に可愛いですよ。可愛いですか？もちろんとても可愛いです。自信持って自信満々で出てきましたけど結構物騒なもの持ちながら萌え台詞やってましたけど。そうです、そこギャップ萌えってやつです。あーギャップ萌え狙って、はい、ギャップ萌え。皆さん大好きだと思います。ギャップ萌えがはい、はい、それでは続いてはスペシャル動画と直筆サイン入りチェキのせーの当選者発表イエーイ。はい、抽選の方は先に私たちで行いました。まずはまじむり学園スペシャル動画からいきます。こちらはご希望の紙面からお客様のお名前を読んだスペシャル動画を後日メールにてお送りいたします。こちらは10名の当選者を発表させていただきたいと思います。それでは発表お願いします。はい、それでは発表します。まずスペシャル動画ですね。はい、スペシャル動画の発表は、1階 A 席37番、2階 C 列13番、2階 A 列48番、1階 H 列24番、1階福岡の F の F 列30番、1階 E 列54番、1階ラブの L 列の3番、1階ガールの G 列52番、1階またラブの L の L 列50番、2階 A 列4番の方です。皆さん当選せーのおめでとうございます。続いてメンバー直筆サイン入り自撮りチェキです。こちらは終演後にランダムでプレゼントいたします。本日は22名の当選者を発表させていただきたいと思います。それでは発表お願いします。はい、2階 A 列31番、1階 G 列19、1階ガールの G の G 列19番、1階福岡の F の F 列50番、1階 H 列2番、1階 E 列27番、1階 H 列25番、1階ドリンクの D の D 列32番、1階ドリンクの D の D 列11番、1階ミオンの M の M 列10番、1階ガールの G の G 列33番、2階 B 列11番、1階ガールの G の G 列43番、1階 K 列45番、1階ミオンの M の M 列16番、1階福岡の F の F 列52番、1階 J 列57番、1階 I 列27番、1階 J 列38番、1階 K 列44番、1階ミオンの M の M 列43番、1階ラブの L の L 列6番、1階ガールの G の G 列23番のです。皆さん当選せーのおめでとうございます。はい、当選者の方は終演後ロビーの当選者カウンターにお越しください。そして詳しい当選者情報は舞台まじむり学園ラウドネスの公式ツイッターの方にも載っているので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。さあ皆さん、続いてはお待ちかねのまじむり学園メンバーと、レナッチさんとクルルンとのスペシャルライブです。せーの、お楽しみに。AKB48! Everybody! I love like you've never seen before! Every world famous Akihabara! These angels have come down to perform for you! Are you ready? Are you ready?
級生に呼び出されたなんか用ですか。悪いけど言いたいことがあるのなら手短にして、生意気なんだとか気に入らないだとか黙って聞くから気が済むまで好きなように大勢に囲まれすごまれても帰らないよ。なんか笑っちゃうリアクションに困る。どうすればいい。ヤンキードラマなんか絶対時代遅れさ。ユリが咲くまでに勝負はついてるスタート切るでシブラジを噛んでしまったら終わり。ユリが咲くまでにとっとと帰り根にもとわらぬたった一撃で全て後の祭り。もういいだろうそこまでマジにさせないでくれよ。マジ無理なことってあるよ。感情愛情同情に無情考えてもどうにもならないで無駄な根性。勉強じゃ学べないよ。純情心情人情に温情かっこつけてる自分を捨てて上々。ユリが咲くまでに勝負はついてるスタート切るでシブラジを噛んでしまったら終わり。ユリが咲くまでにとっとと帰り根にも
もったいないお言葉。皆の者楽しんでるかい？夜公演配信のチラシをまき散らせ。はっ。大人になるか任せられねえ、目に見えるこの戦争、臭いものにも蓋をするなよ、日本中平和ボケ、ガガガガガンガン飛ばせこの道、ランランピースランランピース、どんどん前一直線、ランランピースランランピース、ああ俺たちは乗るしかないのさ、ロックだよ人生は勢い次第、ラブエンピース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 、ランランピース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 、1、2、3、4、5。皆さんこんにちは。 AKB48 舞台まじむり学園ラウドネス第2部、まずはじめに百合を咲かせるか考える人、ロックだよ人生は3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いての曲は、この舞台まじめり学園ラウドネスよに新しくアレンジした曲を披露したいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。マジ女性に行くぜ、ここから階段を登って、マジ女性に行くぜ、上で待ってるヤンキーたちよ、うちらの足音が聞こえるか。リリーと約束したんだ。復讐のために生きるのはやめるって。ネロ引っ越し初日から3回だよ。私も行く。お前一人に行かせるわけにはいかねえんだよ。ここから先は厄介だぜ。道案内させてもらおうか。付き合うぜチームアレチ。あれまさか忘れてないよね。もっとアレチしてんの参上。ネロ、あんたが変わりたくてもあんたに人生を変えられたやつがそれを許さない。体なまっちまったのかネロ。2年間私らは喧嘩してきたんだ。嵐が丘学園の者ども、貴様らにアレチの刑に火が復讐する。ラッパーが受けて立つぜ、そこから上には来させねえ。ラッパーが受けて立つぜ、下で生きがるヤンキーたちよ、うちらのプライドが見えねえか。さあ見せてみろこの私にお前たちの強さを。私はいついかなる時もヌル様をお守りいたします。ヌル様、一番隊隊長シナーブルが助けに参りました。ゴミではなく人間として生きたかったら丘の上へ上がれるこの切符を命がけで掴みなさい。一番強いやつはお前か。お前か生徒会1年が相手になるぜ。メンズーは始め。喧嘩をしたって夢なんか見れねえよ。たった一つの勲章は
そして潰し合え荒地工業高校。丘の上登らせてもらおうか。マジドてっぺんブルースを聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらへどうぞ。そして本日のゲスト加藤玲奈さんと鈴木くるみちゃんです。どうでしたか？緊張しましたか？しましたしましたでもなんかちゃんと裏でネタ合わせずっとしてたのを見てました。そうですね、ネタ合わせも振り合わせももう完璧にしてきたんですけど、ありがたい、はいいつもこの私たちがボコボコにされる前のシーンじゃないですか。そう切り替えるの本当大変なんですよ。確かにボコボコ出てこなきゃいけないからね。袖でこうやって笑ってんのに急に出てきただから本当大変なんですけど、本当大変ですからね。あそこいや本当に今日も面白かったですね。素晴らしかったです。ありがとうございます。じゃあそれでは次の曲に行きましょう。次の曲が最後の曲になってしまいます。ですが続いての曲は撮影タイムです。皆さんスマホやカメラなどを出して私たちを可愛く撮ってください。お願いします。お願いします。じゃあメンバーも位置につきましょう。はいおいさあ皆さんカメラの準備はよろしいでしょうか？よろしいかな？よろしそうですね。それではいきます。最後の曲です。聴いてください。マジスカロックンロール。マジにならなきゃ勝てねえよ。行くぜロックンロール。楽しいことばかりじゃねえ、避けては通れねえ道、一発ここでやるしかねえじゃん。プチンと何かけの音がした。校舎の裏呼び出されてガタガタ言ってるから、半端なヤンキーお掃除しなきゃ。マジスカロカロなぜ息が出るだけじゃ、ガンなんか飛ばしてたって始まらねえ。マジスカロカロ力見せつけたいならここでタイマン張ろうぜ。ショータイム。マジスカロカロなぜ息が出るだけじゃ、ガンなんか飛ばしてたって始まらねえ。マジスカロカロ力見せつけたいならここでタイマン張ろうぜ。ショータイム。Thank you。 さあマジスカロックンロール聴いていただきましたが、撮影タイムはまだ続きます。まだいっぱい撮ってください。私の安息の場所。もうお昼だけですからね。緑座ショット撮れる。緑座ショット。生徒会のみんな集まりました。生徒会集合。玉座だ。玉座。
生徒会長ずるい玉座ずるい。ネロ様も座りますか？何これやばいこれ取ってこれ佐藤様は？佐藤様いいね。ありがとうございます。佐藤様それでは皆さん撮影タイムはここまでになります。ありがとうございます。ありがとうございました。この後はスタッフさんの指示があるまで客席内にてお待ちください。はい、そしてここで特典のお知らせなんですけれど、先ほど特典で、当選された方はこの後終演後ロビーにてスタッフさんにお声掛けください。当選された方の番号が書かれた、載った画像が公式のツイッターの方でも掲載されますので、そちらの方でご確認ください。そして次の夜公演千秋楽の方も生配信が決まっているので、そちらの方も見てくださったら嬉しいです。今も多分生配信で見てくださってる方いると思うんですけど、ありがとうございました。ぜひぜひ夜公演の方も見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、マジムリ学園ラウドネスのグッズが絶賛発売中です。会場の他にもネットでも買うことができるので、ぜひ皆さんチェックをよろしくお願いします。お願いします。さあ最後にじゃあゲストのお二人から一言ずつもらってもいいですか？はい。すごい目見開いて。いいですか？目バキバキ。今日こうやってね、みんなの舞台に携われたことがすごい嬉しいなって思ったし、裏で見ててすごいみんな疲れて帰ってきてもう絶対みんな疲れてあと1回だと思うんですけど、ぜひ頑張っていただきたいなって思います。そしてこうやって出演させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。はい、私もこうしてこうやって舞台に出てすごく嬉しかったです。あとみんなのその声の出し方が、もういつもと違いすぎて、顔見ないと誰が喋ってるのかわからないぐらい、本当にみんながすごい声がすごかったのが印象的でした。私もね、こうやって出れて本当に楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、さっきりんりんが言ってくれたようにあと夜公演が本当に千秋楽となります。最後まで気を抜かずに全力で駆け抜けていきたいと思いますので、夜公演会場に来られないよって方はぜひ配信で見守っていただけると嬉しいです。本日は改めましてご来場いただき、そしてご視聴いただきありがとうございました。